球は46億年かけて現在のような地形へと変化してきましたが、ブレンダーなら30分もあればこんな壮大な地形が作れちゃいます。何かとタイパやコスパが叫ばれる現在、神様もブレンダーを使えば無料かつ超速で作れたのにもったいないですよね。今回紹介するジオメトリーノードを使えば壮大な渓谷や海に浮かぶ島などが簡単に作れちゃいます。また高さや傾斜に応じて草のシェーダーや地面のシェーダーが自動で適用されるマテリアルも作っていきます。コーラを飲んだらゲップが出るくらい確実に役立つ内容なのでチャンネル登録の上取り組んでみてください。過去動画と組み合わせてみても面白いと思います。それでは始めていきましょう。水面のマテリアルも作るのでレンダーエンジンはサイクルズにしておきましょう。今回試験的に英語のユーザーインターフェースで進めていきますが、ノードをはじめとしたメニューの項目は日本語で読み上げていくので、ユーザーインターフェースが日本語でも安心してご視聴いただけます。ノード名も日本語と英語どちらの名称も表示させておくので、日本語のままで全く問題ありません。それでは画面を分割して画面の右側を、こちらからジオメトリーノードエディターに変更しましょう。そして立方体を選択した状態でこちら画面上の新規ボタンを押しましょう。ここですね。こちらを押します。そうすると、この立方体にジオメトリーノードを追加できます。今、グループ入力と出力というノードがつながっていますが、入力には立方体の情報が入っていて、これが出力に流れることで今、こちらに表示されています。今回グループ入力は使わないので選択して X で削除しましょう。代わりに Shift プラス A から立方体と検索して立方体ノードを追加しましょう。日本語 UI の方は立方体と日本語で打ち込めば出てくるので、この後のノードも日本語で検索してみてください。そしてこちらをグループ出力につなげます。そうすると立方体がこのように表示されます。今回やることをざっくり説明しておくと、最初にこの立方体の面を細かく分割して頂点の位置を Z 軸方向にランダムに移動させる処理を作ります。そうすると地形のような形状になるので、そこにマテリアルを設定して質感を作っていきます。まずはこの立方体のサイズを変更して面を細かく分割してみましょう。立方体ノードは文字通り立方体を出力するノードです。サイズや頂点の数を変更できます。こんな感じでサイズを変更したり、頂点の数を変更したりすることができます。今回サイズ X と Y は20メーター、Z は1メーターにしましょう。そして頂点 X と Y は50、Z は2にしておきましょう。さらにメッシュ細分化ノードを Shift プラス A から追加してこの間に配置しましょう。このノードはメッシュを細かく分割してくれるノードです。レベル数を上げると、より細かくメッシュを分割してくれます。とりあえず私はレベル3で進めていきますが、上げすぎるとパソコンに負荷がかかるので心配な方はレベル2で進めてみてください。なぜメッシュを細かく分割しておくかというと、これから頂点の位置を上方向に動かして、デコボコとした起伏を作っていくんですが、頂点数が少ないと動かせる場所も少なくなってしまうので、大雑把な形しか作れません。なのでこの段階でメッシュを細かく分割しています。それでは立方体の頂点を動かしてみましょう。Shift プラス A から位置設定ノードを追加しましょう。そしてこちらに配置します。このノードのオフセットソケットを使って頂点を動かしていくんですが、このオフセットは現在の位置からどのくらい頂点を動かすか指定できるソケットです。例えば今この状態で X に1と入力すれば、もともとあった頂点の位置から、各頂点が X 軸方向に1メーター動きます。今回は上の面の各頂点をそれぞれランダムに Z 軸方向に動かして起伏を作っていきます。先にノードを追加しましょう。Shift プラス A から、ノイズテクスチャーを1つと XYZ 合成を1つ追加しましょう。そしてノイズテクスチャーのカラーを Z につなげて XYZ 合成をオフセットにつなげましょう。そしてノイズテクスチャーのスケールは 0.3 まで下げておきます。細かさは0にしておきましょう。そうするとこんな感じで起伏をつけることができます。
まずノイズテクスチャーは、不規則な模様を出力するノードで、その模様の濃淡に応じて0から1までの範囲でランダムな数値を出力します。係数は白黒の模様、カラーは RGB の模様となっていますが、今回この違いはそこまで重要じゃないので、とりあえず模様の濃淡に応じた、0から1までの、ランダムな数値を出力していると考えてください。この情報を、Z に送っています。XYZ 合成は X と Y と Z という3つの数値を1つのベクトルという情報にまとめてくれるノードです。ベクトルというのは方向と長さを表す情報で矢印とかで表されることがあります。今 X と Y が0、Z にはノイズテクスチャーからのランダムな情報が入力されているので、Z 軸方向に伸びるランダムな大きさのベクトルがここで作られています。この情報がオフセットに入力されることで、各頂点は現在の位置から、ランダムに Z 軸方向に移動します。結果、このような起伏が生じます。さらに Shift プラス A からカラーランプを追加しましょう。そしてここに配置します。このノードはここでは、模様のコントラストを調整できるノードと考えてください。ノイズテクスチャーから送られてくる模様の濃淡を調整して、このノイズテクスチャーから入力されてきた値を微調整して次のノードに渡すことができます。そして黒は0、白は1という情報を持っています。この黒を動かして黒い領域を広げれば0に近い場所が増えるので平坦な場所が増えます。逆に白を動かして白い領域を広げれば1に近い場所が増えるので高い場所が増えます。模様のコントラストを調整することによって斜面を急にしたり緩やかにしたりすることができます。今回はこんな感じにしてみましょう。そしてこのカラーランプも0から1までの範囲でしか数値を出力できないので、高さが一番高いところでも1しかありません。これをもっと高くしてみましょう。Shift プラス A からベクトル演算を追加しましょう。そして加算からスケールに変更します。そして XYZ 合成の後ろに配置しましょう。数値を上げてみます。すると起伏をこんな感じで激しくすることができます。ベクトル演算のスケールは入力されてきたベクトルにここで設定した値を掛け合わせることで、ベクトルの大きさを調整できるノードです。今であれば入力されてきた Z 軸方向のベクトルを大きくするために使っています。高さが0だった場所は掛け算をしても0なので、高くならず、他の場所はそのまま高くなるので、こんな感じで起伏の激しい形状を作ることができます。とりあえず今回はスケールを 7.5 くらいにしておきましょう。そしたら今スケールの影響で下の面の頂点も移動してしまって、上に突き抜けてしまっている状態なので、これも上の面の頂点だけが移動するように修正したいと思います。Shift プラス A から1ノードを1つと XYZ 分離ノードを1つと、数式ノードの、大きいを追加しましょう。そして1ノードと XYZ 分離をつなげて XYZ 分離の Z と大きいの値をつなげましょう。そして大きいのアウトプットを1設定の選択ソケットにつなげましょう。さらに式位置を0に変更します。そうすると上の面だけが動く状態になります。今ここではある一定の高さよりも高い位置にある頂点だけを動かすという処理を作っています。1ノードは立方体の各頂点の位置情報を出力しています。無数にある頂点をこの1ノードが出力しています。そして位置情報も X と Y と Z の3つで1セットのベクトルという情報でできています。それを XYZ 分離に送っています。そして XYZ 分離はベクトルを X と Y と Z という個別の情報に分離させて出力できるノードです。今位置情報のうち高さに関わる Z の情報だけを抜き出して次の大きいノードに送っています。そして大きいノードは入力されてきた値と式位置を比べて式位置よりも大きいという条件を満たした頂点には1、満たさなかった頂点には0という情報を割り当てます。今この式位置は、高さの基準を表していると考えてください。高さが、0の場所よりも、高い位置にある頂点はこの条件を満たすので1という情報が割り当てられます。
そしてこの0よりも低い位置にある頂点はこの条件を満たせなかったので0という情報が割り当てられます。こんな感じで全ての頂点が1か0かの判定を受けて、その情報が最終的に選択ソケットに送られます。そしてこの選択ソケットは1という判定を受けた頂点のみ移動させるので、このように下の頂点は移動せず、上の面の頂点だけが Z 軸方向に移動します。ここまでできたら今度はさらに細かい起伏を作っていきましょう。スケールを選択して Shift プラス D で複製します。そしてここに配置しましょう。スケールの値は一旦1に変更しておきます。これから作る処理をざっくり説明しておくと、スケールノードを使って XYZ 合成から入力されてきたベクトルに対してさらにノイズテクスチャーのランダムな情報を掛け合わせます。これでベクトルの大きさがさらに細かくランダムになり、より細かな起伏が作れます。さらに後ほど UV 球との距離情報を組み合わせることで距離に応じた起伏を作れるようにします。早速やってみましょう。まずは Shift プラス A からノイズテクスチャーを追加しましょう。そしてスケールを 1.1、歪みを 0.1 に変更して、カラーソケットをベクトル演算のスケールにつなげましょう。そうすると先ほどまでの形状をベースに細かな起伏をつけることができます。さらに Shift プラス A からカラーランプを追加して微調整できるようにしておきましょう。こんな感じで、だいぶ地形っぽい状態になってきたかなと思います。さらに UV 球を追加して UV 球との距離情報に応じて地面が隆起する状態にしてみましょう。まずは Shift プラス A から範囲マッピングを追加してノイズテクスチャーとカラーランプの間に配置しましょう。そして Shift プラス A から UV 球とジオメトリートランスフォームとジオメトリ近接ノードを追加しましょう。そして UV 球のメッシュとジオメトリートランスフォームのジオメトリをつなげて、ジオメトリートランスフォームとジオメトリ近接のジオメトリソケットをつなげましょう。そしてジオメトリ近接の距離と範囲マッピングの最大からをつなげましょう。そうすると今、この位置に UV 球があるんですが、この UV 球に近い場所が隆起するような状態になります。まずこの UV 球は、名前の通り UV 球を出力します。そしてジオメトリートランスフォームはこの UV 球を移動させたり、角度を変えたり、スケールを変更したりすることができます。このジオメトリートランスフォームをコントロールキーとシフトキーをしながら選択してみましょう。するとここまでの処理結果を表示させることができます。どこに UV 球があるのかわからなくなった時にはこんな感じで確認するようにしましょう。今回は移動の Z に 0.54 と入力してスケールの Y には 6.5 と入力してみましょう。こんな感じの UV 球にしておきましょう。でさらに UV 球の半径は 0.5 メーターに変更しておきます。こんな感じにしてみましょう。そしてジオメトリ近接ノードですが、まずはターゲットジオメトリを面からポイントに変更しておきましょう。このノードはつなげたジオメトリと大元のジオメトリとの距離を測定し、その距離情報を出力します。今で言うと、この UV 球の各頂点と、この立方体の各頂点との距離情報を出力して次のノードに送っています。そして範囲マッピングは入力された値を別の範囲の値へ変換できるノードです。最小からと最大からでは入力された値のうちどの範囲を使うか指定できます。そして最小へと最大へではその範囲を最終的にどの範囲の値として出力するか設定できます。ここで指定した範囲をここで最終的にどう出力するかというのを決めることができます。今ノイズテクスチャーからは0から1までの値が送られてきていますが、この範囲を変換するために範囲マッピングを使っています。そして距離情報が最大からにつながっているのはノイズテクスチャーから入力されてきた数値の範囲を0から1ではなく0から距離情報に変換するためにつなげています。距離に応じた変化をつけたいのでこのようにつなげています。最大へにつなげてもいいんですが、最終的な出力値を調整しづらくなってしまうので最大からにつなげています。とりあえず最大へは 2.6 にしておきましょう。
さらに補完タイプをリニアからステップドリニアに変更しましょう。そしてこのステップ数を、40くらいまで上げていきます。43にしておきます。そうすると階段上に、形状が変化します。細かい解説は省略させていただきますが、この補完タイプは値の変換の仕方を変更できます。リニアだと、値が連続的かつ直線的に変換されますが、ステップドリニアだとある一定の範囲の値はすべて同じ値に変換されます。例えば 0.1 から 0.3 まではすべて 0.4 に変換されるといった感じです。イメージとしては値が階段状に変換されていくといった感じです。そしてこのステップ数でその変換する範囲をどのくらい細かくするか設定できるといった感じです。階段をより細かく設定できるのがこのステップ数です。この階段上に変化する値をこのスケールに入力することで送られてきた元のベクトルもある程度階段上に変化することになり、メッシュがこのように変化しています。そしてこのカラーランプを調整すると隆起する範囲をこんな感じで調整できます。黒と白の位置を入れ替えれば情報が反転するので、UV 球の近くがへこむ状態になります。このノイズテクスチャーの細かさを上げればより岩っぽくできるので、険しい山みたいなのを作ったりすることもできます。このあたりお好みで調整しましょう。ちなみにこのカラーランプを使わないと、こんな感じで非常に高い山も作れるので、このあたりいろいろいじってみてください。ノイズテクスチャー戻しておきます。そしたら2つの UV 球でこの地形を制御できるようにしてみましょう。まずは Shift プラス A からジオメトリー統合を追加してこちらに配置しましょう。さらに UV 球とジオメトリートランスフォームを Shift プラス D で複製してジオメトリー統合につなげましょう。そうすると2つの UV 球が1つのジオメトリ扱いになるので、2つの UV 球を使ってこんな感じで地形を制御できるようになります。そしたら数値の調整しておきます。2つ目の UV 球は半径を1メートル。そしてジオメトリートランスフォームの移動の X は、マイナス 11.2。Y は、マイナス3。Z は、0.5 にしておきましょう。そしてスケールの X は、8.3。Y は、5にしておきます。そしてこの状態で、こちらのカラーランプの、黒と白の位置を逆転させてみましょう。そうすると作例のような、地形になります。このあたりはお好みで、調整してみてください。そしたらこの形状を少し滑らかにしてみましょう。位置設定ノードの場所まで移動しましょう。そしたら Shift プラス A からジオメトリースムージングを追加して位置設定ノードの後ろに配置します。このノードはメッシュの形状を滑らかにしてくれるノードです。回数を上げれば上げるほどより滑らかになっていきます。そしてウェイトでその効き具合を調整できます。今回は回数を5、ウェイトを 0.05 くらいにしておきましょう。そうするとちょっとガタガタ加減も残しながら少し滑らかな形状にすることができます。こういったノードの仕組みだとか、もっとジオメトリーノードについて学びたいという方は概要欄の特別な講座をチェックしてみてください。ベクトルやフィールドといった知識をはじめ、ジオメトリーノードの基礎を体系的に学べる内容となっています。わからないことがあっても Discord でご質問いただけます。今後もジオメトリーノードは開発が進んでいくと思いますので、この機会にぜひご検討ください。そしたら今度は水面を作っていきましょう。Shift プラス A からジオメトリー統合を追加しましょう。そして立方体ノードと、ジオメトリートランスフォームを追加しましょう。そしてこのようにつなげます。そして立方体のサイズ XY を 20.1 メーター、Z を 1.3 メーターにしましょう。そしてジオメトリートランスフォームの移動 Z に 1.3 と入力しましょう。これで水面は完成としたいと思います。それではマテリアルの設定も行いましょう。Shift プラス A からマテリアル設定ノードを追加して、一つはこちらに配置して、もう一つはここに配置しましょ
これで、ここにマテリアルを割り当てれば、水面と、地形それぞれにマテリアルを反映させることができます。マテリアルも作っていきましょう。そしたら画面をレンダープレビューに変更し、オーバーレイの表示もオフにしておきましょう。こちらからオフにできます。そして画面の下を少し上げて、こちらからシェーダーエディターに変更しておきましょう。さらに照明兼背景として HDRI 画像も設定しましょう。HDRI 画像は概要欄にリンクを貼っておくので、そちらからダウンロードしてお使いください。ダウンロードできたらワールドプロパティに移動して、カラーのこの黄色いボタンをクリックしましょう。そして環境テクスチャーを選択したら、この開くボタンを押します。そしてダウンロードした、HDRI 画像を選択して読み込みましょう。そうすると HDRI 画像をこのように反映させることができます。これで準備ができたので、まずは水面側からマテリアルを設定してみましょう。こちら、デフォルトのマテリアルを水面側のマテリアル設定ノードに割り当てておきましょう。ちょっとわかりやすくするために名前変えておきます。海とか水面とか何でもいいです。ウォーターにとりあえずしておきます。そしたら、今度はこのシェーダーエディターのプリンシプル BSDF の項目を変更していきましょう。まずはベースカラーは水色にしておきましょう。そして粗さは 0.18 くらいまで下げておきます。そして、こちら、電波を開いたらウェイトを1にしましょう。そうすると光が透過する状態になります。そして、IOR、屈折率ですが、こちらは 1.333 にしておきましょう。これが水の屈折率です。もう少し作り込んでもいいんですが、こんな感じにしておきたいと思います。今度は地形のマテリアルを作りましょう。一旦この×ボタンを押したら、さらに新規ボタンを押して新たなマテリアルを追加しておきましょう。名前も、地面とか、グラウンドとかに変更しておきます。そして地形側のマテリアル設定に割り当てておきます。これから頂点の向きと高さの条件を両方とも満たす場所には草のテクスチャが反映され、満たさない場所には地面用のシェーダーが反映されるという処理を作っていきます。条件の解説以外はちょっと駆け足で進めていきます。草のテクスチャは概要欄にリンクを貼っておくので、そちらからダウンロードしてお使いください。まずは地面のシェーダーを作りましょう。そしたらノードツリーが少し縦長になっていくので、画面をこんな感じに変えておきましょう。ジオメトリーノードエディターをシェーダーエディターに変更しておきます。一旦こんな状態にしておきましょう。そしたらシフトプラス A からカラーミックスノードを追加しましょう。そして、こちらプリンシプル BSDF のベースカラーにつないでおきます。そして A には、暗めの茶色を割り当てておきましょう。そして B には明るめの橙色を割り当てておきましょう。こんな感じにしておきます。さらに Shift プラス A からアンビエントオクルージョンというノードを追加したら、こちら、下のソケットをカラーミックスの係数につなげましょう。詳しい解説は省略させていただきますが、くぼみとかを強調したいときに使えるノードです。こちら内側も有効にしておきましょう。ちょっと変化分かりづらいかもしれないんですが、このくぼみにはこの A の色が反映されやすくなります。今表面がつるっとしているので、表面上で凹凸を作っていきたいと思います。まずは Shift プラス A からノイズテクスチャーとバンプノードを追加しましょう。そしてノイズテクスチャーのカラーを高さにつなげます。係数でもいいんですが、カラーをつなげておきましょう。そしてバンプのノーマルをプリンシプル BSDF のノーマルにつなげておきましょう。そして、ノイズテクスチャーのスケールは50、細かさは15、バンプの距離は 0.5 にしておきましょう。そうするとこんな感じで表面的に凹凸を再現することができます。バンプノードは表面的に凹凸を再現するノードですが、高さにノイズテクスチャーをつなげることによって、ノイズテクスチャーの模様をベースに凹凸が陰影で表現されます。つまり、模様をベースとした0から1までの数値がこの高さに入力されることによって、凹凸が表現されるという仕組みになっています。今度は草のシェーダーを作っていきましょう。まずは Shift プラス A からプリンシプル BSDF を追加して、こちらをマテリアル出力につなげましょう。
そして、プリンシプル BSDF を選択した状態でコントロールとシフトを押しながら T と押してみましょう。このショートカットもアドオンのノードラングラーを有効にしておく必要があるのでご注意ください。このようにショートカットを押したら、画像を読み込めるので、ダウンロードした、草のテクスチャーを、読み込みましょう。このカラーと書いてある、このテクスチャーと、このディスプレイスメントと、書いてあるテクスチャーをコントロールキーを押しながら、複数選択しましょう。そして読み込みます。そうすると、自動でこんな感じでノードが、接続された状態になります。そしたらテクスチャー座標の生成とマッピングのベクトルをつなぎましょう。そしてテクスチャーの平面をボックスに変えましょう。そうすると少し自然な見た目になります。そしてディスプレイスメントノードは使わないので選択して X で削除しましょう。代わりに Shift プラス A からバンプノードを追加してこちら、ディスプレイスメントのカラーと、バンプの高さをつなげましょう。そしてバンプの、ノーマルとプリンシプル BSDF の、ノーマルをつなげましょう。そして距離は、少し上げておきます。とりあえず 0.3 くらいにしておきましょう。ちょっと強すぎる気もするので、この辺りで調整してみてください。とりあえずこんな感じにしておきます。先ほどノイズテクスチャーを使って凹凸を再現しましたが、ここでは草の画像を使って凹凸を再現しています。そして、こちらの粗さに、ノイズテクスチャーをつなげておきましょう。草の画像を使って、同じように粗さを制御してもよかったんですが、あまりちょっと見た目が好きな感じにならなかったので、ノイズテクスチャーをつないでおきます。これで地面と草のシェーダーが準備できたので、今度は条件に応じてそれぞれのシェーダーが反映される処理を作りましょう。まずは Shift プラス A からシェーダーミックスを追加しましょう。そしてシェーダーミックスの上のシェーダーに地面のシェーダーをつなげて、下のシェーダーに草のシェーダーをつなげましょう。そしてシェーダーミックスのアウトプットをサーフェスにつなぎます。このシェーダーミックスは係数が0の時は上のシェーダーが 100% 適用されて、係数が1の時は下のシェーダーが 100% 適用されます。これからこの係数にノードをつないでいって条件を作っていきます。先ほども少しお話ししましたが、ある一定の高さにある頂点かつ面が上向きの場所には、草のシェーダーが反映されるという条件を作ります。この高さと、面の向き、正確には頂点の向きなんですが、面の向きという2つの条件を満たしたところに草が反映されて、それ以外の場所には地面のシェーダーが反映される処理を作ります。まずは高さの条件を作りましょう。仕組みとしては、先ほど1設定ノードの、選択ソケットにつなげた、この3つのノードと、全く同じものになっています。まずは Shift プラス A からジオメトリを追加しましょう。さらに Shift プラス A から XYZ 分離を追加して、最後に、数式ノードを追加したら、大きいに変更しましょう。そしてジオメトリの位置と XYZ のベクトル、XYZ 分離の Z と数式の値をつなげましょう。そして大きいのアウトプットを係数につなぎます。そして大きいの式位置を調整すると、草のシェーダーが反映される場所を調整できます。先ほどと全く同じ仕組みなんですが、この式位置で設定した値よりも高い位置にある頂点はこの大きいという条件を満たすので1という判定を受けます。そして条件を満たせなかった頂点は0という判定を受けます。でシェーダーミックスは係数が1の時は下のシェーダーが 100% 適用されて0の時は上のシェーダーが反映されます。なので条件を満たした1の場所には草のシェーダーが適用されて条件を満たせなかった0の場所には地面のシェーダーが適用されるという、こんな感じの仕組みになっています。今回式位置は 1.1 にしておきましょう。今度は頂点の向きによる条件を作っていきましょう。XYZ 分離と、大きいを選択して Shift プラス D で複製しましょう。そして大きいの、値をシェーダーミックスの係数につないでおきましょう。そしてジオメトリのノーマルを XYZ 分離のベクトルにつないでおきます。この状態で式位置を動かすと地形のこの傾斜に応じて草シェーダーが適用される範囲が変化します。
まずジオメトリはノーマルの情報を出力しています。ノーマルとは面や頂点の向きを表す情報です。面であれば面に対して垂直な方向がノーマルになりますし、頂点であれば正確な説明ではありませんが、綺麗にメッシュの外側を向くような方向がノーマルとなります。ノーマルも X と Y と Z からなるベクトルの情報で、今回は XYZ 分離で Z 成分だけを取り出して大きいに送っています。なんで Z だけを使うのかというと、ノーマルがどれだけ上を向いているか下を向いているかというのは高さの要素である Z の値で決まるからです。例えば X 軸と Z 軸があったとしましょう。そして X の値が同じベクトルがこんな感じで伸びていたとします。X の値は1としておきましょう。X の値が同じなのに向いている方向がそれぞれ異なります。これは Z の値が両方とも異なるから、こんな変化が生じています。こんな感じで Z の値によってノーマルが上向きか下向きかというのが決まります。なので今 Z の値だけを取り出して大きいに送っています。そしてこの大きいノードでノーマルの Z の情報とこの式位置を比べて、式位置よりも大きい頂点には1という情報が割り当てられることになります。式位置が1に近ければ近いほど真上方向を意味しますし、0であれば真横方向を意味します。より上を向いている面だけに草のシェーダーを反映させたい場合は式位置を1に近づけてください。今回は 0.5 にしておきます。これで頂点の向きによる条件を作ることができました。今度はこの2つの条件を組み合わせてみましょう。どちらの条件も満たした場所に草シェーダーが適用されるようにします。これは非常に簡単です。シフトプラス A から数式ノードを追加して乗算に変更しましょう。そして2つの大きいをこのようにつなげます。これでどちらの条件も満たした場所にだけ草シェーダーが適用されます。こちらの仕組みですが、例えば A 地点、B 地点、C 地点、D 地点とあったとします。そして高さの条件とノーマルの条件があります。A はどちらも満たさなかった。B は高さだけ満たした。C はノーマルの条件だけ満たした。D はどちらの条件も満たした。こんな結果だったとしましょう。これらの結果をこの乗算ノードで掛け合わせています。で、これを計算すると A は0、B も0、C も0。で、D は1となり、どちらの条件も満たす D 地点だけに草シェーダーが適用されます。こちらはこんな仕組みとなっています。これでマテリアルの設定はほぼ完了ですが、ちょっとこの地面と草のシェーダーの境界がはっきりとしているのが気になる方は、この大きいの式位置にノイズテクスチャーとカラーランプをつなげてみてください。そしてノイズテクスチャーのスケールを50くらいまで上げておきます。そしてカラーランプもこんな感じで調整してみましょう。そうするとこの式位置に入力される値が若干ランダムになるので、先ほどみたいに、境界がくっきりとしたような、状態ではなく、少し、草のシェーダーを散らすことが、できます。これもよかったら使ってみてください。あとは、この乗算ノードを複製してこちらに配置して、こちらの、カラーランプをつないでも、いいと思います。若干まだら模様になるというか、こんな感じで、少しこのノイズテクスチャーの模様をベースに、草のテクスチャーと、地面のテクスチャーが入り込むような、混ざり合うような、状態になります。これも、よかったら、活用してみてください。最後に HDRI 画像の角度の調整方法をお伝えします。こちらオブジェクトからワールドに変更しましょう。そして ALPS フィールド 4K というノードがあるので、こちらを選択した状態で Ctrl+T と押しましょう。そうするとノードが追加されるので、マッピングの回転を動かしてみましょう。そうすると、こんな感じで背景の画像を動かすことができるので、これで照明の位置とかを調整できます。カメラの位置にもよるんですが、うまくこの地形の背後に、この画像の山を持ってくることができれば、それっぽく、見せることもできます。よかったらこちらも活用してみてください。一つ紹介するのを忘れていたんですが、ジオメトリーノードエディターのこの位置設定ノードにつながっている、一つ目のノイズテクスチャー、
こちら、3D から 4D に変更すると、W という項目が追加されます。こちらはスケール以下の項目の設定を維持したままノイズのパターンを変化させることができる、項目です。こちら動かすだけで地形のパターンをこんな感じで簡単に変更できるので、これもよかったら活用してみてください。あとは背景とカメラを準備して撮影をしてみましょう。最終的なレンダリング結果がこちらです。今回の動画がお役に立ちましたら、チャンネル登録、高評価していただけるとありがたいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。